そこのあなた、憎しみが足りないんじゃないですか？皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と苦悩に寄り添う優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、今日もまた始まりました。司会が私、全世界を否定するもの、ネガティブマンでございます。どうぞよろしくお願いしますということでね、今日は男女のね、男と女の全盛期、それにまつわるエトセトラ、渚にまつわるエトセトラみたいなね、そういうことです。それを話していこうかなと思います。そうだ。このチャンネルはね、世界を滅ぼす、人類を滅亡させるというね、大きな目標に向かっている。で、なんとかしようっていうチャンネルです。ということでね、今日も始まりましたね。男女の全盛期、皆さんどうですか？っていうのもなんかこう、女性の全盛期は短いみたいなね、16から22の6年間だみたいな話をね、ちょっとちらっと聞いたんでね、まあそれは個々いろいろあれじゃないですか。皆さんもいろいろ意見があるじゃないですか。いやね、20代全般じゃねえとかね、10代で終わってんじゃねえとかね、まあ落ち着いて、それはね、ロリコン的な思考の人もいればね、こう熟女好きな人もいる。私の見解としましては、まあ可愛い人または美人においてはね、まあ40代いっぱい、そうですね、10代から40代いっぱいですから、40年ぐらいは全盛期なんじゃないですか。美人美女っていうのはね。だってそうじゃないですか。女優さんでもね、もう50代でも60代でもね、いける人いますよ。綺麗な人はね、得ですね。まあそんなルッキズムの話をするんじゃなくってですね、まあ男の全盛期はなかなか語られませんね。弱者男性なんか全盛期なんかね、生まれてから死ぬまでないですからね。そうなんです。まあでもどうでしょうね。やっぱり同じだと思うんですよね。男女関係なく、やっぱり全盛期っていうのは要するに美しく、そして体力も気力もあり、クリエイティブで、かつなんて言うんでしょうね、頭がはっきりしているという意味合いにおいて、どうなんでしょうね。まあね、女性とくくられるとね、ルッキズムに流れがちですけどもね、性的な方向に流れがちですけれども、どうでしょうね。男だと、男も変わらないんじゃないですか。20代30代の20年ぐらいじゃないですかね。ルッキズム的に言うのならば、やっぱりこれもやっぱり男女変わらず20代までじゃないですか。何が問題なのかっていうと、あれですよね、女性の全盛期が来るのが早すぎると、ね、女性陣としてね、早すぎるから、そこで人生を決する決断をするのがね、非常に辛いと、そういう問題なんでしょうね。そういう問題が上がってるらしいんですけれどもね、いや確かにその通りだなと思うんですよね。どうですか皆さんね。引っ越しの準備で大忙しい。そんな時でも見積もなら簡単に。どうですか皆さんね。でもこれは男女ともに言えることなんですよ。女性はね、こう自分を売るというか、売り時というか、なんて言うんでしょうね、
自分を最大限に活用して後の人生を勝者みたいな、勝ちというか幸せと言いましょうかね、幸福に持っていくという意味合いにおいてやっぱり早すぎますよね。全盛期を迎えるのが早すぎます。確かにおっしゃる通り。そこで決断しろっていうのはね、もう子供ですからね。どうですか、22とか25ぐらいね、振り返ってみてこれをご覧のね、なんて言うんでしょう、ろくでもない大人たちをどうですか、なんとなくそう思はいませんか。まだまだ子供じゃないですか。やっぱそこでね、一生の決断を迫られるっていうのはね、たまったもんじゃないですね、女性陣は。でもこれもね、美女だったり美人だったりっていうチート、非常にずるい属性、ポテンシャルがあればね、もういくらでもね、引く手あまたですから。死ぬまで独身でも多分ね、余裕で、ちやほやというのか得をすることが多いというのか、食うに困らないというのか分かりませんけれどもね、楽勝でしょうね。男性はじゃあどうするか、ね、男性もねまた同じことなんですよ。私もね、やっぱり氷河期世代の一員としてね、やっぱりあの時代は非常に厳しかったんですけれども、結局氷河期関係なくね、今の Z 世代もそうですけど、一生の仕事を20代前半とか20代で決めるっていうのは辛くないですか。そんなにやりたいことがありますかって話じゃないですか。ね、それで人生を決められるのもどうなんだろうなとは思いますよね。そうね、先ほど申したように子供みたいなもんですからね。ふわふわしてますからね。そこでね、なんかブラック企業とかのね面接に行ってね、なんかね、君は何がしたいのかとかね、我が社に何をしてくれるのかみたいなね、そんなわけのわかんないこと言われてもね、楽をして、できるだけ楽をしてね、一応正社員になりたいだけですぐらいの理由しかないじゃないですか。だから結局ね、若いうちから自分の方向性を決めて、例えば絶対料理人になるんだとかね、絶対商社マンになるんだみたいなね、方向性決められてるやつってすごいと思いますね。絶対美容師になるんだとかね、現実的なね、すごいですよね。よくそんな若さでね、だからこう追い込むのが早いですよね。20代ぐらいでね、人生の全てをかけられるようなライフワークみたいなものを考えろ、ね、決断しろっていうのがちょっとね、やっぱりこの世界はろくでもないなと思うわけですよ。私なんかもう基本的に労働したくないわけですからね。そうですね。全盛期ですから、あれです。全盛期と短い男女ともにですよ。短い全盛期に対しての決断する期間が少なすぎる。または努力とか勉強とか、なんて言うんでしょうね、そういう時間を取る暇もなくね、そうじゃないですか。なんか一旦働き始めてからじゃ遅いわけですよね。一旦労働し始めたらね、私もそうでしたけれどもね、途中で勉強し直すとかね、なんか興味のある道についてなんか技能を磨くとかね、そんな口だけですからね。そんなあんまりうまくいくわけはないわけですよね。もう労働奴隷としてね、こき使われて
終了なわけですよ。はっと気がつくとね、あっという間にね、おじさんおばさんになっているわけですから、やっぱりそこら辺の期間ね、もう若者にこそ大金を渡すべきだとね、今おじさんですけど思います。いや、当時も思ってました。そうなると結局ね、初めっから裕福な家のお坊ちゃんお嬢ちゃんがなんて言うんでしょう、例えば音楽をやってみたり、例えばなんて言うんでしょうね、お金のかかるスポーツだったりね、アートとかクリエイティブなこと全般あれじゃないですか、相当ね、家が豊かだからこそできたりするわけですよね。もうこれ親ガチャ次第じゃねえかって話ですよね。私のように貧困家庭に生まれてはね、もう早々に人生の決断も何もね、一人で飯を食っていかなきゃいけないという労働奴隷になり下がるわけですから。それでね、こうなんて言うんでしょうね、長時間奴隷労働でね、気力体力を奪われてね、お金も大してたまらずね、それで人生が終わっていくわけですよ。ね、だから男女の全盛期っていう話は非常にこうなんて言うんでしょうね、虚しい話題だなと思ったわけですよね。結局親ガチャなんじゃないのか、結局決断を迫られる時期が早すぎなんじゃないのかっていう、非常にね、なんて言うんでしょう、怒りが湧いてきたわけですよね。ふつふつと湧いてきたわけですけれどもね。若者にこそね、大金を渡せばね、いろんな決断をして腹をくくってね、で若者に大金がないからこそ少子化になるわけでしょ。で若者が奴隷労働をするからね、労働こそ諸悪の根源ですけれども、奴隷労働に従事せざるを得ない、ね、女性も男性も全盛期こそいろんなことをするべきでね、こう自分の行く末というものをいろんな可能性を試すべきなんですけれどもね、試すもクソもなくね、奴隷労働に放り込まれてね、パワハラセクハラを受けながらね、こう精神を病んでみたり体を壊してみたり、はっと気がつくとおじさんおばさんになってね、何もかも手遅れなんですよね。そして結婚もできずみたいなね、もうそれは少子化になりますよね。若者にこそ大金を渡すべきなんですよね。1億とかね、無理ならまあ2000万円ぐらいかな。その5、6年でなんかこうね、方向性を決めたらどうかっていうね、やっぱりこれあれですよね、お坊ちゃんとかお嬢ちゃんとかで、私も長い人生で結構会ってきましたけど、そういうやつらってもう無駄に海外留学とかしてますからね。イギリスとかハワイとかね、意味不明なところに行ってますからね。もう遊んでるだけなんですよ。でもそういう余裕はね、非常に大切なんですね。これを否定することはないですけれども、お坊ちゃんお嬢ちゃんだけじゃなくね、やっぱ全部の世代の若者にね、やっぱりそういう期間を与えてやるべきだと思いますよ。全盛期なんですから、ね、しかし全盛期に忙しかったり金がなかったりね、気力を無駄なね、クソみたいな労働に取られるっていうのは非常にね、社会の損失であるとね、私ネガティブマン考えますね。そしてそれが改善されることはないでしょうということでね。あと最後にね、言っておきたいのは、やっぱり女性のね、全盛期が短いわけですよね。やっぱり10代後半から20代前半でしょうかね。まあこれは男性も大して変わらないですけれどもね。言っておきたいのは、こう私の労働場にねいるね、トゥーピックスね、2匹の豚ね、生き物としては太った猫や太ったイノシシや太った豚でね、生き物としては可愛いんですよ。
ね、お腹の肉をむぎゅーっとね、むぎゅーっと掴んで相撲を取りたいなと思いますけれども、もう精神がクソクソですからね。彼女たちに言いたいのは、全盛期こそね、こう死ぬ思いで痩せることをすれば彼女たちだってモテるはずですよ。全盛期なんですから。ある程度のブスでもいけるっていうのがね、全盛期ですから。それをねみすみす逃しているわけですよね、その全盛期をね。非常にこう、なんて言うんでしょう、なんてホームランが打てそうなね、こう大谷よりも太い腕をしてるわけですよ。それじゃダメでしょ。それじゃあ男性は寄りつきませんよ。大谷のような二の腕をしてね、ホームラン打てそうな、そんなねトゥーピックスに近寄るわけないじゃないですか。ね、見た目はね、見た目はね、なんかこうお母さんのようなね、または10歳のわんぱく坊主のような太り方をしていてね、可愛いんですけれどもね。いやいや、全盛期はそれはダメですよね。30代40代になってから思う存分太ればいいじゃないかと言ってやりたいんですよ。これ本当に2人にね、小1時間説教してやりたいんですね、トゥーピックスにね。お前たちのことを思って俺は本気で言ってるんだっていうね、これ本当の気持ちですよね。本心で言ってるんだと、ね、ここ数年逃したらお前らが一生モテることはないよ、ね、男性にこう声をかけられることはないよっていうことをね言ってあげたいんですけれどもね。そう、今こういう時代ですから、もう絶対そんなこと言えないですよね。嫌な時代ですよね。まあそれとやっぱりあれですよね。かくいう私もね、やっぱり全盛期、やっぱりね YouTube やって分かるのは、皆さんも YouTube やればいいと思うんですけれどもね、やっぱり自分の気持ち悪さっていうかね、自分のルックスの気持ち悪さにとても気がつきますからね。そうやってみたらいいと思うんですけれど、まあそれは置いといて、それは置いといて、あれなんですよね、やっぱり自分もね、そういう全盛期の時にやっぱりね、結婚だとかをね考えなくもなかったですけれど、やっぱりその時にはやっぱりお金がないわけですよね。ろくでもないね、お金はないわ、時間はないわね、労働に全てを奪われているみたいなね。そうだから無職だった若い頃の2年間が非常にね、あれこそ全盛期だと思うんですけれどもね。ああいう時にねスパッと結婚すればいいんですよね。そうだから若い男女全盛期こそね、思い切ってもう結婚しちゃった方がいいですよっていうことも一つね、おじさんからの最後の悪あがきのアドバイスとして言っておきたいと思いますけれどもね。そう、そうね、大して盛り上がらなかったですけど、まあでもね、まあそういうことですよ。やっぱり労働こそ諸悪の根源だなっていうこととね、全盛期でいろんな決断をするのは難しいだろうってことですね。まあ現代ならばね、多少情報がたくさんあるんでね、なんか自分の方向性見て、でも方向性があったところでね、やっぱりマネーとタイムとマネー、タイム&マネーがないとちょっとね、あれですから、若者に大金を渡すべきじゃないですかね。なんていうね、なんかこう世の中をよくするようなアドバイスが多い動画になっちゃいましたけど、いやもうでもそんなことはね、もう到底不可能なのでね、とりあえず全盛期、若い男女の全盛期っていうのはもう突っ走った方がいいよっていうことですね。そう
全力を出した方がいいよっていうことですよね。そう。そして全盛期とはいえね、やっぱりこの世界はろくでもない世界なのでね、まあうまくいかないでしょうね。そうだから見合い制度とか非常に優秀でしたね。見合い制度も優秀だしね。まあでもな、昔は昔で、ね、時間がなかったんでしょうし、情報もなかったんでしょうし、労働もきつかったんでしょうしね。やっぱり嫌な世の中だなという結論で、やっぱり滅ぼした方がいいですね。男女の全盛期とはね、すごく短くてね、そこで決断するのはいかがなものか。やっぱり労働が悪い、ね、大金を与えるべきである、時間を与えるべきである。今若い人に言いたいのは、若ければね、全盛期突っ走ることだと思いますね。そんなことをね、ふとね引っかかったんでね。女性の全盛期のことばっかりじゃなくてね、男の全盛期だって短いね。弱者男性にも全盛期があるかどうか非常に怪しいですけれどもね、地位牛だってなんとかね、そこでなんとか頑張ればね、どうにかなるのが全盛期ですから。どうにかなるのが全盛期ですからね。どうにかなってほしいなという、そういう気持ちが湧いたのでね。人生終わってる弱者男性おじさん、氷河期弱者男性おじさんからの遺言のアドバイスとして話してみました。なんて言うんでしょうね。あっという間ですからね。人生は長いか短いかってね、言われると短いです。意外と短いです。なぜなら多くの9割9分ぐらいはね、奴隷労働で息つく間もない生活でね、何十年もあっという間ですからね。そうなんですよ。ですからね、全盛期に悪あがきするべきだということを最後に申し述べてね、終わりたいと思います。明日にも今日にも世界が滅びますようにね、皆さんこの世界に復讐をしていきましょう。復讐する心をね、謙虚に忘れないで、謙虚でありたいですね。ネガティブマンでした。